カピラボ。皆さんどうもこんにちは。いい加減メイン機制作したい、カピさんです。さて、今回は前回復活させたグラフィックボードの修理の続きをやっていきたいと思います。前回の動画からだいたい1ヶ月ぐらい経つのかな？まだその動画を見ていない方は、概要欄にリンクを貼っておくので先にそっちを見てもらった方がわかりやすいかも。このグラフィックボードは、電源すら入らない不動パーツだったんですけれども、前回は故障箇所を特定し、その故障パーツを取り外すことでパソコンを起動させることまでは確認できました。あれはかなり嬉しかったな。今回はその続きの動画となります。ということでアリエクスプレスにパーツを注文していたのですが、前回、モスフェットを調べた方がいいよと教えてくださった視聴者さんからジャンクの GTX970 をドナーとしていただけることに、そして余ったヒートシンクやファン部分は、シュラさんの出土品グラボに役立ててほしい、というありがたい申し出をいただきました。いつも視聴者さんに助けられてるなぁと実感、本当にありがとうございます。ということで届いたのがこちら。しっかりと丁寧に段ボールにまで入れてくださりました。それでは早速中身を確認していきましょう。はい、たくさんのゲーミング干渉剤が入ってました。ジャンク品なのにここまで梱包していただけるとは、亡国も見習え。と言いたい。そして本体はこちら。がっちりとプチプチに巻いてくれてました。ドナーのグラボも同じ MSI の GTX970 になります。今回はこちらのグラボの基板周りは私がもらって、ファンやヒートシンクはシュラさんに渡そうと思います。ヒートシンクの状態はめちゃくちゃ綺麗だね。シュラさんもアルミの錆が落ちないって言ってたから、これはきっと嬉しいだろう。ということで、まずは分解していきたいと思います。はい、それではドナーの分解をやっていきたいと思います。今回私が必要としてるのはこの基板。側やブラケットは必要ないので全て取り外していきます。あ、端子保護のキャップがついてる。これは私がいただいてしまいましょう。こういうのって買おうと思うと意外とするんだよね。これはうちのグラボが直ったら使おうと思います。あとは片っ端からネジを外していくだけですね。グラボの分解ってめちゃ楽だよね。最初は怖かったんだけど、最近感覚が増してきた。なんかもう、バラすことに抵抗なくなってきたよね。ジャンクだからっていうのはあるけどね。最近のグラボなんかは怖くて手つけられないけど。ということでファンとヒートシンクと基板が分離できました。このグラボ。なんかモスフェットのヒートシンク部分が私のこの間のグラボと違う？横に大きい気がします。とりあえずブラケットも邪魔なので取り外しておきます。ブラケットが取り外してきましたね。私の持ってるものよりやはりネジの数が多いです。気になったので手持ちの GTX970 も分解してみました。見比べてみると一目瞭然。ヒートシンクと基板の大きさが若干違いました。下のグラボが手持ちのグラボ、上のグラボがドナーとしてもらったグラボです。違いを調べてみると、マイナーチェンジというか型番が若干違いました。上のグラボは名称に MGSV という名前がついてるやつ。下のグラボは普通のやつでした。見ていただけると長さが違うのもわかると思います。まあ、使われているパーツはほぼ一緒ですけどね。ドナーとしては問題ないでしょう。目的のパーツを取るにはここのヒートシンクの取り外しが必要ですね。取り外しをしたところ、ドナーは想像していたよりひどい壊れ具合でした。写真を見せてもらった時、基板表面が少し焼けてるのかな？程度だと思ってましたが、なんかえぐれてます。こういうのを初めて見たかも。そして上2枚のチップは、視聴者さんが修理パーツとして取ったみたいなのでついていません。これ、下2枚ならかろうじて使えるかな？なかなかの故障具合で、少しビビっています。とりあえずこの2枚を摘出しよう。真ん中の2枚はダメそうだね。まずはテスターを当ててみましょうか。ではチップの導通を少し確認してみたいと思います。マイナスのテスター棒はここに挿しておいて、プラスのテスター棒をチップの足に当てて確認していきます。正常なチップなら下の4箇所の足では音は鳴りません。音が鳴るのは上の3箇所だけ。このチップは問題なく使えそう。2枚目のチップはどうだろう？
これも問題なさそうですね。下2枚のチップは無事使えそうです。ちなみに下から3枚目のチップは故障してたくさい。下の足の部分でもショートしてますね。それではこの2枚を取り外ししていこうと思います。あ、その前にこの邪魔なサーマルパッド外しておかないといけないね。溶けてきたりしたら大変です。前回は取り外しできたけど、今回もうまくいくかな。ちょっと心配ですがやっていきましょう。まずは取り外しのために、ひたすらフラックスを塗りたくっていきます。適量がどのくらいかわからない。何せ一度しかやったことないからね。講習とかがあったら教えてもらいたい。とりあえず取り外しをする2枚に塗っておきました。よし、やっていくか。軽く基板をプレヒートを済まして、チップを取り外していきます。取り外しするにあたって、周りの保護をしようかと思ったんですが色々と狭くてやりづらそうなのでこのまま取り外しすることに。よし、取り外しができました。なかなか外れなかった。このまま引き続き上のチップも取り外していきます。こっちはすんなり外れた。もうある程度温まってたんだろうね。それではこの2枚のチップのハンダ除去と洗浄をやっていきましょう。まずはしっかりと冷えた後、洗浄をしていきます。洗浄には無水エタノールを使用しました。綺麗になったチップはこんな感じ。やっぱりさ、小さいよね。しっかり実装できるかな。少し心配。とりあえずフラックスを塗って、ハンダ吸い取り線でハンダを除去していきたいと思います。うわ、やりづら。めちゃくちゃハンダ吸い取りしにくいな。よく吸い取り線を動かしちゃダメって言われるんだけど、これは押さえるだけじゃ取れないかもしんない。そして固定できる器具があればよかったなと思った。古いハンダの除去が終わったのがこんな感じ。多分これでしっかりと取れたと思う。ではこの状態でもう一度洗浄。今回はダイレクトにゴシゴシとやってきます。洗浄と乾燥が終わったものがこちら。割と綺麗にできたんじゃないかな。問題はこの後どうやってハンダを乗せるか。そこが課題ですね。とりあえず色々と考えた結果、基板側ではなくてチップ側にこちらを使ってやっていくことに。はい、ハンダペーストですね。これを塗りたくって、余計な分を後から除去しようと思います。正直この小さな足にハンダご手でしっかりとつけられる自信はない。まずはチップにハンダペーストをうんこ塗りをします。爪楊枝を使ってこのハンダペーストを塗り広げていく感じ。綺麗には塗れないから、万一くっついちゃった場合はその場所をハンダ吸い取り線で吸い取っていきます。がっつりとこのくらい塗っておきました。これをヒートガンで熱していきます。少なそうな部分は再度盛り直し、修正を加えながらハンダを乗せていきました。多かった部分はハンダを吸い取り、洗浄も終わらせて最終的にはこんな感じ。割としっかりハンダを乗せることができました。結構難易度高かった。それではこちらを取り付けしていきましょう。それでは前回取り外したこの位置に取り付けをしていきましょう。まずはフラックスを塗布しておきます。そしてチップを設置。最初にしっかりと位置決めが必要ですね。こんな感じの位置で大丈夫かな。それでは熱していきたいと思います。あ、やべえ。風量が強すぎてずれてしまった。まだくっついてはいないので修正しておきます。修正が終わったら軽く押さえながら熱していきます。ちょっとくっつけば押さえてる必要ないと思うんだけどね。若干沈み込んだ感覚がありました。あとはこれでちょっと熱してみましょう。しっかりとつけばチップがプルンとなるようです。ちょっと試してみます。お、プルッとなって正しい位置に戻りましたね。こんな感じになるんだね。成功してるといいな。これで取り付けは完了です。あとはしばらく冷ましてから洗浄と組み込みをやっていきます。はい、基板も冷えたのでまずは洗浄をしていきます。フラックスが入り込んでるので念入りにゴシゴシ。綺麗になったらテスターでチェックをしていきます。しっかりとくっついていれば、チップの下の足では音は鳴らないはず。さてここが肝心です。まずは正常なチップに当てるとこんな感じ。音は鳴りません。それでは今回取り付けたチップはどうか。問題なさそうです。しっかりとくっついたっぽい。上に当ててみるとどうかな？
よし。しっかりとくっついてる。取り付けは成功しました。あとはちゃんと動作してくれるかですね。念のために他のチップも確認しましたが全て問題なし。この他に原因があれば動かないかもしれないけれども、この部分の故障だけであればこれで修理は完了だと思う。ということであとは組み込み作業。ヒートシンクを戻したり、グリスを塗ったりしてしっかりと組み込みをしていきます。シミ押しグリスそろそろなくなってきたんだよな。ぼちぼち新しいの買わなきゃいけないですね。チャイナの安いグリスはあるんだけど、なんか硬くてパサパサしてんだよね。ヘラに残ったグリスはもったいないから、コアの真ん中にうんこしておきます。あとは配線を戻して、ネジ締めをすれば完成ですね。はい、これで完成です。しっかりと治ってるといいな。それでは検証機に組み込んで動作確認していきましょう。はい、それではこちらのグラボを検証機に組み込んでいきたいと思います。頼む、治っててくれ。はい、これで組み込みは終わりました。補助電源も8ピンと6ピンをしっかりと差したし、HDMI ケーブルも取り付け OK。頼んだぞ MSI。それでは早速スイッチを入れていきましょう。スイッチオン。とりあえず電源が落ちたりはしません。しっかりとグラボのファンも回ってる。これは成功したか？やったー。しっかりと画面出力が出ました。恥ずかしいことにめっちゃ喜んでますね。とりあえず無事動きました。セミファンレスだから、ファンの回転はすぐ止まったけどしっかりと映像出力されてます。GPU-Z やデバイスマネージャーでの認識も問題なし。あとは負荷テストをクリアできるかですね。ということで、まずは FF15 ベンチマークを回してみたいと思います。結果から言うと、FF15 ベンチマークは完走できました。とりあえず高品質のフル HD で1本走らせたのですが、落ちる様子や火を吹くなどはありませんでした。ということでこのままループで負荷をかけ続けることに。私はその間にお昼ご飯にでもしようかと思います。私が今日いただくのは、和牛入れすぎカレー。先日秋葉原のカレーミュージアムで購入してきたものです。それではこちらを食べていきましょう。今回お米は固めに炊いたものを用意しました。私は固めが好き。そちらによく温めたルーを投入。確かに和牛がたくさんゴロッと入っています。いや、めっちゃうまそう。早速こちらをいただいてみることに。私、本当にカレー大好きなんですよね。毎日一食カレーでも大丈夫なくらい、インド人の生まれ変わりなのかもしれない。肉柔らか、肉の脂身もいい感じで、ほろっと溶けていく感じ。ちょうどよくスパイシーで辛さとしては中辛ぐらいかな。これはたまらんね。それではゆっくりいただきます。ということで食事も終わって、1時間ほど耐久テストをしてみましたが全く問題なし。今回は修理大成功ということでいいと思います。大勝利ですね。このグラボ、意外と発熱も弱くていいから結構使えるかも。今後の検証用にでも使っていきたいと思います。ということで今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまたバイバイ。本当に皆さんによくしていただいて助かります。これからも甘やかしてください。